皆さんこんばんは。ビットガールズの顧客担当佐野真也です。皆さんいつも投票応援ありがとうございます。さて本日のビットガールズには白衣のドクターが登場します。私たちビットガールズの悩みを診察していただいています。そして今週からは時価総額ランキングにブロック2のメンバーも登場していますので、最後までお楽しみに。それではスタート。今週も始まりましたサイクビットガールズアンタッチャブルの柴田です。そして屋敷りさです。そして今週のビットガールズはこの8人です。イエそして早速またちょっとランキングが目まぐるしいね。そうなんです。変動が今回のランキングこちらです。1位は佐野ちゃん、お2位はあやかちゃん、もイエーイ。やったね。で3位はあさにゃん。まだいる3位。イエーイ。やう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 。ビットガールズ時価総額ランキングはご覧の通り。これからのみんなの頑張り期待するとともに、トレ株主の皆さん応援よろしくお願いします。この3人はやっぱもともとこうやっぱ露出の高かった人だからね。これが皆さんがどういう風にまくってくるかっていうのは楽しみでございますからね。ちょっと下克上がね。そうそう、もちろんでございますよね。まあきのちゃんはゆっくりやっててくれてはいいかな。入ってないですからね、そこに。そう場外本当に。ゆっくりやってくれる。多分ずっと入れられないんじゃないかと思ってます。キャラで引っ張れるから、きのちゃんの場合は大丈夫。さあ今回の会長からの命令が来ております。それはこちらです。SNS を極めろ。お、なるほどね。はい。ちなみに柴田さん SNS はもういいじゃない。これもう毎回の義務なんで。なんでよ、やってるよだから。ツイッターもされてます。ツイッターはやってないのよ。ツイッターまだやり方がちょっとはっきりわからないから。じゃあやっぱインスタですね。インスタでも結構もうどれくらいかな、もう何ヶ月か経ってるよ。ね、今600人。言わせんなって。何回も聞かなきゃいけない。全員わかる。全員わかる。めくっても全員知り合い。アイドルにとっては本当大事だと思うんですけれども、今回もビットガールズのために素敵な SNS にまつわるこの先生にお迎えしております、本日の先生はこの方です。どうぞ。津田大輔さんです。よろしくお願いいたします。どうぞどうぞ、座ってください。ね、皆さんも津田さんね、テレビでご覧になったことあるけど、何者なんだっていう話ですね。津田さんが言った。実は肩書きはメディアアクティビストの津田大輔さんということなんですけれども、津田さんはツイッターで実況する手法を日本でいち早く取り入れ、津田るという言葉ができたほどネットメディアを駆使するプロ中のプロでございます、このメディアアクティビストというのはどういう意味ですか？まあなんか簡単に言うと、まあ情報を発信する人のお手伝いをするみたいな感じですかね。なんかアメリカでもともとなんかテレビ局がたくさんあった時に、ケーブルテレビが普及した時になんか自分たちの番組作らせろっていうちょっと厄介な人たちがいて、まあそういう集団が自分たちのことをメディアアクティビストって言ってたので、なんか僕もネットを使っていろんな情報発信のお手伝いをしてるので、なんかこれいいなと思って、かっこいいなと思って、なんか2011年ぐらいからそれ言ってます。でもどうなんですか、そのお手伝いをするつもりがもう津田るなっていう言葉もできちゃって、もうパイオニアになっちゃってるんですか？実はちなみにあれ現代用語の基礎知識の新語に一回乗ったことある。マジで？津田る？乗ったんですけど、なんか実際に自分から言ったものじゃないので、勝手に人から言ってダセえなと思ってたら、なんか伝えてくれればいいなと思ったんですけど、でもなかなか微妙に伝えきりもせず、少しずつまだ残っていて、本人的にはすごい微妙な感じで。津田るっていう言葉だけ聞いて、津田るっていうことが何だか知らないっていう人もいるんだよね。そうだから金髪にすることかなとかって思ってる人いるのよ。というわけで今回は津田さんにソーシャルメディアなどの活用の仕方を教えてもらって、売れるためのヒントを皆さんで学びましょう。ぜひ教えてください。はい世の中に売れていくために SNS の上手な使い方を津田先生教えて。ブログをやっている方この中にいますか？はい。ひなのちゃんが逆にしてない。してないですね。ツイッターも？はい、インスタグラムだけやってます。何人だよ。そうですか。何人だよ。聞きましょう聞きましょう。今
でも宝塚時代っていうのは SNS 使ってもいいんですか？ダメですね。肖像権があるので顔が出るのもダメなので、すごい厳しい。はい、ファンの方とのイベントをしても絶対に SNS はやめてくださいって。それでも7000人いんの？それやめたらもうみんな発信していくので、ファンの人はこう待ってるんですね。もうやめたと同時に検索してください。なるほどなるほどね。なるほどな。そういった SNS でこう成功した方って津田さん、やっぱり最近で言うとピコ太郎さん。まあそうですよね。まあいっぱい話題になったのは YouTube でも YouTube でこれが面白いよっていうのは広まるのがやっぱ Facebook とか Twitter なんで、何か他のメディアで話題になった時にやっぱりソーシャルメディアって拡散していくんですよね。そうですよね。でそれであれ音楽ネタでまあ誰でも楽しめたから海まで越えてしまったということですね。ジャスティン・ビーバーの気持ちに引っかかるって何をすればジャスティンに当たるのか分かんないよね、もうね。その SNS をうまく使う方法をちょっとビットガールズたちからいろいろ聞きたいと思うんですけれども、ではまず最初の質問はこちらです。いっちゃおう。どうしたら Twitter などの SNS に公式アカウントマークがつきますか？これ誰ですか？はい、私です。おうなんかよく見るんですよ。フォロワーが私今11万人ツイッターいるんですけど、なんかこう見てみると2000人で公式ついてる子がいたりとか。で私1回申請出したことがあって落ちちゃったんですよ。あら。なんで11万人と思って、そう。なんか僕はまあ結構早くついたんですけど、僕なんかあれ基本的には一応情報が芸能人とか著名人とかで有名な方で確認が取れた場合だけつけるって話なんですけど、僕確認なしある日突然ついてたんですよ。まあただ僕の場合そのツイッターの結構早くから使っていてイベントに行って取材とかもしてたんで、これ取材してる津田って人間はこれ本物だなというんで多分何かつけたと思うんですけど、まあテレビに出てるタレントさんとかだったら当然つきやすいとは思うので、まあテレビに出た時に写真を撮ってテレビタレントなんですっていうのをそういうアピールなんかをなんかしていくっていうのもいいかなと思います。みんなに言われてる手法は皆さん公式じゃないんですかって言われますけど、別に公式じゃなくても私はいいです、まあ多分慣れたら嬉しいですけどねみたいな、周りにすごい言われるみたいな。確かに。それではじゃあ続いての質問はこちらです。SNS を続けるのをやめたくなったことはありますか？これ誰ですか？ななちゃん。やっぱり私は今のところインスタグラム内ではこう炎上とかないんですけども、こう芸能人の方とか見てると炎上してたりとかもする、なんか心ないコメントとかがあったり、やめたくなったこととか。いやもう日々そうですよね、僕もね。でも大体嵐みたいなもんで、もうツイッターでアプリを開くともう大体300件未読とかがあって、それが大体300件罵倒みたいな時もあったある。そういう時はさすがに嫌になるんですけど、でも大体3日とか4日すると大体収まっていくもんですけどね。ただこれは大事ですけど、コミュニケーションって自分がだからなんか負担になってからでも続けてやるもんじゃないというか、なんか嫌になりながらツイッターとか使うべきではないと思うので、やりたくないと思ったらすぐやめるっていうのとか、そういうのもいいと思いますけどね。確かに。それでは続いての質問はこちらです。なんでいつも金髪なんですか？すごいなんか SNS 関係ないんですけど、いつもテレビでお見かけすると金髪のイメージが強くて、なんか目指してるのかなみたいな。テレビに出始めたのが僕大体2010年とか11年ぐらいからで、その頃からもう出ていつも金髪になってて定着しちゃったんで、いまだにちょっと変えようがないなっていう。確かに黒くなっちゃったらちょっと嫌だなっていうね。イメージが。そう急にだってさ単発のさ黒髪になったら津田さんみたいな。分かんないと思いますよ、誰も。分かんないなんでみたいな。でもね、あるんですよ。だから別にずっと金髪ってわけじゃなくて、半年ぐらい黒に戻した時とかあったんですけど、やっぱりね分かんなかったですね。イメージだって絶対。イメージですよね。それでは続いての質問こちらです。ツイッターを実況で使おうと思ったきっかけは？はい。
ツイッターって結構何々 NOW とかで結構初めみんな使ってたと思うんですけど、そんな中でなんで実況で使おうって思ったきっかけを知りたいです。これはだからなんか僕がツイッター使い続けている理由とも関連するんですけど、僕がたまたま出ていた会議が本当はもっとマスコミとか新聞とかテレビでニュースで取り上げてもらいたい会議があったんですよね。そういえばツイッターって今何をしているのか報告するツールだなと思って、自分は会議に参加しててこんなことを今話してるっていうのをやってみようって思ったら、結構その会議に興味のある人から反響があったので、そうなんですよ。だからこれは結構意味があることかもしれないなと思ってなんかやり続けてたら、それがいつの間にか話題になったっていう感じです。なるほどな。実況した方がいいよ。今着替えてるよ。今から下着になるよ。今下着だよ。炎上しないですかね。ある意味するよ。でもそれでする分にはいいじゃん別に。ねそれでね話題になったら面白いですもんね。ブラ外したよ。見たい、それ見たい。始めようかな俺もツイッター。それやってくれるんだったら。それではじゃあ続いての質問はこちらです。ツイートするときに気をつけていることは？なるほど、これ大事。はい。おルルシ。先ほども炎上とか話題になったんですけど、これだけは気をつけてるっていうことあれば。結構ツイッターってパッと書いてパッと投稿できちゃうので、思ったことをパッと書いて炎上するってやっぱ結構あるので、特に強いことを言おうとする時には多分一回見直してっていうのが結構大事なんだろうなと思いますけど、なんか表現するっていうことは誰かに刺さるっていうことは誰かを逆に不快に思ったりね傷つけたりしたりするので、誰からもやっぱり受け入れられる表現じゃないので、そういうものだと分かった上で、誤解がないようにツイートするっていうことなんでしょうね、おそらく。続いての質問こちらです。今一番注目している SNS なんですか？はい、きのちゃん。はい、SNS が、たくさんありすぎていろいろあるんですけど、どれが一番使いやすいとか効果があるよっていうのはありますか？僕はなんかちょっと可能性あるかなと思うのは、メルカリですね。メルカ個人間のフリマのアプリで、基本的にはだからあれはだから自分のいらないものを他人と売買するためのアプリなんですけど、結構あそこを通じてなんか仲良くなった人とかっているんですよね。なんかその出品するときにこの商品はこの人だけにしか売りませんみたいなっていう、なんか売る前に必ずなんかメッセージ交換しましょうみたいなっていうのがあるので、メルカリもだから考えようによっては SNS とかソーシャルメディアみたいな側面があるので、ああいうなんか物品を交換していく中からなんか知り合いとかそういうのを広めていくっていうのは結構面白いんじゃないかなと思いますよね。だから自分でなんか作ったハンドメイドのものとかをメルカリでだからそうやって売るっていうね、まさに木野さんとかね、そうですよね。メルカリとかで売れる作ったプラモを売ればいいんですよね。そうだよ。そういうのが結果的になんか告知宣伝の媒体になっていくって可能性もあるから、僕は結構メルカリは面白いと思いますけどね。続いては津田先生の津田ル講座。はい、今日はせっかく津田先生が来てくれていて、ツイッターのね活用法もたくさん学んでいきましょう。学びましょう。これ大事です。ツイッターって1ツイートで140文字の制限があるんですけれども。そうなんだ。そうなんです。制限あるんですか？だいぶ基本的な情報ですけどね。柴田さんめちゃくちゃ知らないですよね。じゃあずっと長い文書けないんだ。書けないです。書けない。そうなんです。140文字でどうやって表現できるかっていうのが結構ね、SNS によって変わるんですよ。この人うまいなっていう表現とかいろいろあるんですけれども、今回は津田さんにちょっと論評をしてもらいたいと思います。なのでビットガールズの皆さん、140文字以内で自分に対していろんなねさまざまなお題を出したいと思いますので、書いてみてください。はい。それでは最初のお題はこちらです。いいねを多くもらえる自己紹介ツイート。自己紹介。いいねをもらえるだね。そうなんです。ハートのいいねボタンがツイッターにはあるので、いいねがどれだけたくさんもらえるようなツイートを考えて発表してください。結構いろんなことを書こうとするとオーバーしちゃうんですよね。オーバーしちゃった時にまず最初にオーバーしていいから書いて、ここは同じ表現にできるなみたいに少しずつ圧縮していく。例えば時っていうのはじゃあ漢字にしようとか、ここの点取っちゃってもいいなとかっていうふうに圧縮をしていくとなんか情報量が多くなるんです。それではじゃあ一斉にフリップをオープンしてください。はい。おお。そのちゃんからいきましょうか。はい。ちょっ
読んでもらっていいですか？身長171センチ、元ナンバーワンレースクイーンの佐野真也です。このツイートをリツイートしてくれた方にリプします。かっこ笑い。で、水着の写真を載せて、これで釣る。このごめんなさい、もう全然意味が分かんない。写真を貼れるんですよ、ツイートに。でそれで2つ写真を貼る。リプは返信って意味です。返信をできるんですよ、ファンの人に。やっぱ一方気をつけた方がいいのが、リプしますって言って、じゃあ例えばこれが1000リツイートとか2000リツイートとか言ったら2000個全部やるのかみたいなことになると、自分で自分の首を絞める可能性があるので、なんかリプしますよりかは他の方がいい気がしますよね。なんかね。そうでそれでなんか炎上の種にもなるかもしれないじゃないですか。お前リプするって言ったのにしないじゃないかみたいなとか、あとはそれでリプしたらなんかすごい好意を持ってるんじゃないかみたいに誤解しちゃってストーカーかみたいな、まあ釣りみたいな感じなんですけど、例えばこの1000RT 言ったらよりなんとかの画像を上げますみたいな、なんとかしますっていうのがああいうのは伸びやすいので、まあだからなんか例えばこの水着の写真を最初上げるんではなくて、最初の普通の写真を上げて、じゃあ 1000RT 言ったらちょっと水着の写真をとかっていう風にした方がなんか自然かなと。なるほど、すごい勉強になります。続いては YouTuber のルルシー。ゲーマーの理想の彼女とネットでは言われていますルルシです。YouTube でゲーム実況をしているので、一緒にゲームしましょうってことで実況動画。実況動画ね。あとはなんか一緒にゲームしましょうっていうのもね、なんか多分じゃあお前んち行って一緒にやるとか言って面倒くさいじゃないですか。だからネットゲームとかで一緒にできるようなものがあるんだったら、なんか定期的に1ヶ月に1回ここに顔を出してますんで、よかったらやりましょうみたいなとか、オンラインでやりましょうと。なんかいますよね、ゲーム好きの人でそういう自分の ID とかをプロフィールに書いたりする人いるんですね。なんかそういうのを定期的にねやってみたりとかっていうのもいいと思いますよね。ゲーマーの理想の彼女 by 柴田さんにしていいですか？俺の理想の彼女じゃまだない。まあでもそういうのも活かせばいいんですよ。ゲーマーの理想の彼女だけど俺の理想の彼女ではないby 柴田。それは全部抜けでもらいましたね。続いてみずきちゃん。はい。2歳から日本舞踊を習っているため、すり足が得意です。気配も消せます。前世は忍者だったかもしれません。ニンニンって書きました。いやこれもあれですね、絶対に動画が必要なやつですね。こんなところですり足がみたいなものをやると思って。普段だったら絶対しないだろうみたいな、そういう場所とかでやっているのとかだとまたなんかギャップ萌えみたいな感じで、エクストリームアイロンっていう動画が昔流行ったことがあって、写真なんですけど、アイロンがけあるじゃないですか。アイロンがけとアイロンを持って崖の上とかでアイロンかけたりとか、スカイダイビングしながらみたいなっていうのがすげえ流行ったことがあったんですよね。だからああいうような感じで崖の上とかですり足はちょっと危ないところは避けた方がいいと思うんですけど。それでは続いては YouTuber のまみちゃん。はい、これ挨拶なんですけど、私のはいこんにちはこんばんはおはようございます、まみチャンネルです、 YouTube やってますって言ってこの挨拶をちょっとぶりっこしてるんですけど、いつもその動画をそれだったらそのゲーム実況がやっているっていうことと、得意なゲームとか好きなゲームとかそういう情報とかが多分あった方が興味が持ちやすくなると思います、ね。もはやここカットしてもう動画で説明しようかなとか思って。動画の方でチャンネルです YouTube やってますって言って、動画撮ってるんだったらそれでもありと思いますね。まあそうだ、動画文章なんかいらないっちゃいらないですよね。動画が載ってりゃね別に。そうですね。じゃあ続いてはみずきちゃん。超可愛いですよね。動画なんですけど、インスタグラムで動画をアップするのにハマっていて、一応私のつもりで書きました。どれが？全部です。いろんな私を動画で自分で撮って、それを最終的に早送りとかにしてプロモーションビデオみたいなのに。すげえ、そんなことができるの？そうアプリで編集とかもやってるんですか？はい、なんか動物園に一人で行ってちょっと動物園で一人で歌ってたりとか。なんか勝手に観光大使みたいなのやってもいいかもしれないですよね。旅行とか行くんだったらもうそこの地域のなんかそうやったら本当のなんか観光大使の仕事とかねつながるかもしれない。
それの一番だって成功した例がふなっしーですからね。あ、確かあれも別に非公認からねスタートして。に。きのちゃん。はい、本物のプラモデルアイドル高坂きのです。一つ一つちゃんと作っているので疑うなら画像を見よで下に画像を何枚か貼ります。だからアイドルってつけるとなんか裏で作ってるなんかゴーストライターがいるんじゃないかみたいなことを言われることがよくあって、なるほどね。でもちゃんと作ってるのでそれを分かってほしいなと思いながらこれを書きました。で動画でタイムラプスっていう動画があるので。それはだからなんですかね、ずっと例えばプラモって時間って何時間ぐらいかかります？1個結構1時間とかかかっちゃいますね。ですよね。だからそれをなんか例えば1分ごとに写真を撮ってでそれをつなげてみたいな、例えばなんか3日間で何かできている過程をパラパラ漫画みたいになるので、ああいうのもアプリですぐ撮れるので勉強になるよね。すごいよ。これでいいね増やしてみんなもっともっとみんなに見てもらうよね、自分でね宣伝して。続いてはドクター津田のネット処方箋。いや。やばしてちょうだい。はい、というわけでネットに関する悩みやトラブルを津田先生に解決していただくコーナーでございます。ビットガールズたちもさまざまなね悩み事があるんですよね。あるのかい。ここからは白衣の津田大輔ドクターに SNS でのお悩みを個別にカウンセリングしていただきます。最初の患者は舞ひなの。インスタグラムで動画をいつも上げてるんですけど、例えばいっぱい食べてたりとか姫路城でちょっと舞を待っていたりとか、はい、勝手に自分で置いてセットして撮ってたりとかして、なんかいろいろ自分をさらけ出してる動画をアップしてるんですけど、なんか私生活を載せすぎるのも逆にわからない部分がなさすぎてちょっとミステリアスなところも残しておいた方がいいのか。結構それってメリットとデメリットやっぱり両方あって、そこはもう結構バランスですよね。だからモデルの人のねインスタグラムなんか見ていると、結構その辺全然そういう日常感のあるものではなくてすごいアートっぽい写真だけをなんかインスタグラム上げてる人とかもいますよね。あとやっぱり日常でどこに行ったとか、なんか生活感があるやつを出しすぎると、今度ストーカーの人に結構見つかってどこに住んでるんじゃないかみたいな。いや結構いろんな情報とかを組み合わせることで、なんかそういうのを発見する人ってすごい能力が高いので。お店の名前入れないで私もご飯とか美味しそうなのと食べましたみたいなのを送ったんですよ。そしたらそれって北海道のあのお店ですよねみたいな。そう何々っていうお店ですよねとかすぐ来るんで。人の特定のスキルってすごいので、例えばああいう植物ありますよね。植物にある葉脈を見てその葉脈事件っていうのがあったんですよ。葉脈がこの葉脈とその写真に写ってる葉脈が誰々のところにあったんでこいつとこいつは付き合ってるみたいな。レタスでみたいなそういう事件とかあったので。あさにゃんに。マジ超純粋にアンチへの対応の仕方を教えてほしいです。アンチいるんですね。もう鬼ですマジで。マジで鬼いる。それはツイッターとか。ツイッターがほとんどですね。なんかちょっと谷間出すと作ってんだろうとか。多分ルールをそれも作るのが大事で、要するに悪口とかね個人の感想はもう言われるのはちょっとしょうがない部分はあると思うんですけど、ひどいとは思うけど、でもなんか事実と違うこととかデマみたいなの流されるっていうのがあるじゃないですか。だからそれはなんか1回だけ返事をするっていうのがいいと思うんですね。返事っていうよりもなんか態度表明。自分はこういう態度でやっていますっていうこととか、あとは事実と違うことだけはそれを淡々と訂正をするっていうふうにするのが多分よくて、であとひどい時はもう結構そういうのを対処してくれる弁護士の人が出てきているので、実はおすすめな本が今あるんですよこれ。サイト別炎上対策マニュアルっていう。超前になってんだね。やばいそれマジすぐ買いに行きます。そうですね。そんなのがあるなんて。速攻買いに行きます。ある種の炎上商法だね。面白いな。すごいな。続いてはさなちゃんで。私ツイッターをもう5年とかずっとやってるんですけど、なんか正直内容がマンネリ化しすぎちゃってて飽
飽きられてないかなって自分でも毎回ツイートすることってもうある程度パターン化してて、これは面白いのかな、これでいいのかなってすごいちょっとこう不安に思っちゃうんですよね。でも僕思ったんですけど、自分がツイッターやってて、あ、この人に興味あるなとかこの人好きだなっていう人、男も関係なく見てたら、その人の情報って何知っても嬉しいんですよね。だからカレーを昼飯に食ったって言ったら、カレー食うんだみたいな感じで楽しめるというか、マンネリにならないために、このためになんか新しい趣味をやってみるとかっていうと、まあ、そのことを報告することでなんかいろんな情報も寄せられるじゃないですか。こんなことやっててちょっと疑問に思うんだけどみたいなっていうと、まあ、多分澤さんの場合ものすごくいろんな人がいろんなことを教えてくれると思うので、まあ、そういうのをなんか取り入れながらやったりとかすると、まあ、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。わかりました。ありがとうございます。楽しんでちょうだい。まあなんか特徴がねすごくあるから、まあそのなんか特徴をうまく PR することで、すごく SNS となんかとても相性がいい方々だなと思いましたけどね。採掘テックニュース。はい、今回やってきたのは銀座です。銀座ですね。私は2、3回ぐらい来たことあるんですが、なんか大人な街って感じですね。今日はどうやら日本一予約が取れないというお店があるそうなんで行ってみましょう。日本一予約が取りにくいというお店があるという。一体どんなお店なのか。ここ悟空の気持ち、悟空と言ったら猿、悟空違う、わかんない、キントーンっていうイメージ。予約が取れないお店とは。いらっしゃいませ。このお店は何のお店なんですか？当店は頭のもみほぐし専門店です。やばい、もみほぐしってやばい。悟空の気持ちは頭のもみほぐし専門店。気持ちよすぎて思わず眠りに落ちてしまう人が続出し、絶頂睡眠の店と呼ばれているんです。なんと予約待ちは10万人。予約の空きが出ても1分でなくなるそうなんです。皆さん必ず眠られるので楽しみになさってください。だったら私絶対寝たくないんですけど、なんかちょっとプライドと意地にかけても私は寝ません。頑張ります。もみほぐし開始。もう私なんかそんなに寝ないんで。もともとがもう寝ないんですか？そうですそうです。そうなんですね。結構寝つき悪いタイプですね。5分後。わさらに5分後。眠ったみたいです。朝にゃん、すっかりおやすみにゃん。ね。超うざい、マジうざいその曲。めっちゃ気持ちよかったです。なんか全然押されたとこじゃないツボを、ちょっと待って、ろれつが回んない。なんか何でしたっけ、絶頂睡眠、マジやばいです。今日やっぱ勉強の時間でございましたから、これを生かしてじゃあ皆さんのツイッター見ますし、インスタグラムもチェックした時に津田さんの言う通りに変わってるかなという、そこを楽しみにしてます。柴田さん一回SNS 講座を受けてます。本当に受けた方がいい。分かんないから何にも。ちなみに番組ホームページをご覧いただくと、ビットガールズたちを応援できる投票サイトがあります。視聴者の皆さんぜひアクセスしてお気に入りのことを応援してくださいね。はい、よろしくお願いいたします。ではまた次回お楽しみに。さようなら。現在1週間単位で展開されているご褒美 VTR 争奪戦。票の投票で1位に輝いたのは西田愛。皆さんこんばんは、西田愛です。今回も投票ありがとうございました。実際この現場でも読んでた面白かった本を紹介します。20世紀のアメリカンシステムと全体秩序という本です。これはですね、20世紀のアメリカの歴史、いかに政治システムが再編されていったかですとか、その時代時代で正しい人物像っていうのがあるんですけど、それがどう変容していったかっていうのを歴史学の分野から学んでいった本です。また来週。